こんにちは、まぶです。本日ですが、サーフボードのペイントをお願いしに行ってみようと思います。今乗ってる板がこれなんですが、乗り始めてもうすぐ1年ぐらいなんですが、もうこんなになっちゃいました。このワックスの日焼けの跡とか見えますでしょうか。ファイヤーワイヤー系は黄ばむのが早いって有名だと思うんですが、バリで多くて週3、4ぐらいで海に入ってたんですが、まさかこんな早く黄ばむとは思わなかったです。一応日本からこういうのも持ってきてて、 UV カット艶消しってやつなんですけど、この板は新品の時にやってみたんですが、ノーズのところ見えますでしょうか。ここら辺少しまだらになってると思うんですが、しっかり塗れてるところはまだ白っぽくてマシな感じです。多分ですが、これちゃんと塗れればしっかり効果あると思います。自分はちょっと透明で見にくくて、ちゃんと塗れてるかどうかわからなくてまだらになっちゃいましたが、ちゃんと綺麗に塗ればしっかり効果出ると思います。ただ粒子が粗いのか、塗りたての時に内ももとかあと手のひらとかなんですけど、紙やすりで削られてるみたいな感じで、ちょっとヒリヒリして痛かったです。少し話はそれましたが、これからバリ島で一番有名なリペアショップのナルキに持って行ってみようと思います。自分も毎回リペアするときはナルキに持ってってます。概要欄に Google マップ貼っておきます。色は一応こんな感じの色にしようと思うんですが、アウトラインを足すかどうかなどはまだ決めてないので、現地に行って相談してから決めようと思います。果たしてイメージ通りになるのか、とりあえず行ってきます。Halo Ki. Makan jeruk. Mau cat papang? Bisa? Bisa sekali. Bisa sekali ya. Hai, ということでペイントをしてもらいます。この黄ばんだ板がどう変わるのか。Halo, hai Yuki. Papa? Papanya sudah jadi? Oh, udah? Sudah jadi. Ya. Bisa lihat? Oke. Oh. Oh. Ya. Oh ya ya. Jadi. Bagus ya? Ya. Oh. Hampir sesuai warna ya? Hampir. Oh, oke. Thank you. Oh, bagus. Ya. Thank you. Sama-sama.
はいということで板ペイントをしてもらいました。だいたい想像通りにできたと思います。重さも結構重くなると思ったらめちゃめちゃ軽いままでした。ハローフレックスgimana? Kalau flexnya masih tidak apa-apa, Oh. karena ini warna tipis. 今ちょっと柔軟性はどうかなと思って聞いてみたんですが、これなんか薄く塗ってあるみたいで柔軟性もそんなに柔軟性もそんなに損なわれてないということなんで、後で実際乗ってみて感想をまたお伝えしようと思います。でちょっとこれから今値段聞いてみようと思います。Ini berapa semua painting? Ini semua jadi 600. これ今回全部やってもらって60万ルピアでした。円にすると今10万ルピアが800円ぐらいなので4800円ぐらいですね。5000円しないぐらいでできます。Kalau bisa satu arah juga ya? Satu arah juga bisa, untuk satu arah harganya 300.000. 一応片面とかでもできるみたいで、カノア五十嵐選手みたいに裏だけ色をつけるとかそういうのもできるみたいで、それは30万ルピアなので2400円ぐらいです。 Oke, terus kalau repair gimana yang kecil? Kalau yang kecil 50.000 rupiah. Oh, iya. リペア、ちっちゃいリペア、軽いリペアだと5万ルピーでやってくれるみたいです。Kira-kira berapa hari? Satu hari saja. Kalau untuk yang fiberglass, kalau untuk epoxy 2 hari. 日数もウレタンだったら1日で、エポキシーで2日でやってくれるそうです。Kalau agak besar gimana? Kalau agak besar mungkin harganya 150.000, 200, bisa sampai 300.000. 中くらいの大きさの傷だとだいたい15万ルピアから30万ルピアぐらいと言ってるんで、1200円から2400円ぐらいでできるそうです。Berapa hari? Untuk itu bisa 2-3 hari. 中くらいの大きさでだいたい 2-3 日で修理できるということです。Misalnya kalau patah? Iya, kalau patah juga bisa, tapi kalau untuk PU clean patah 500.000, kalau yang epoxy bisa sampai 1 juta rupiah. Oh, いや折れた場合なんですが、ウレタンだと50万ルピアなんで4000円ぐらいで、エポキシーだと8000円ぐらいになるそうなんで、傷によっていろいろ変わるみたいなんで、もしあれだったら値段聞いてからリペアするようにしてください。はい、ということで以上になります。で、乗った感想をまた言おうと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでビーチで2回、リーフで1回試し乗りしてきました。気になってた柔軟性なんですが、乗ってて特に硬くなったとかは全然思わなかったです。多分一般サーファーだと気づかないくらいの感じだと思います。はっきり言ってかなり満足してます。もともとこの板自体は1回もリペアをしたことがなくて、乗り味も悪くなくて、ただ黄ばみだけがめちゃくちゃ気になっていたので、これで全て解決した感じです。今回自分はこれは1色だったんですが、何色かのペイントも同料金でやってくれるみたいです。多分 2,3 色程度だったら間違いなく同料金だと思います。ただめちゃくちゃ色が多いとかめちゃくちゃ難しいデザインだと少し高くなるかもしれないので、その際は事前に確認をお願いします。ちなみに今現在はコロナでペイントが上手いスタッフが田舎に帰ってしまったみたいで、シンプルなデザインしかできないとのことです。まだ乗れる黄ばみの気になる板などをバリトリップの時に持ってきてペイントしてみるのもいいかと思います。あとはリペアについてですが、なるきは本当にリペアもうまいと思います。色付きのボードにはちゃんとカラーを入れてくれますし、皆さんが心配しているリペア前の乾燥もちゃんとやってくれます。ただ心配な人はリペア前に自分でしっかり乾燥させて板を持っていけば間違いないと思います。修理期間はあくまで参考で、混んでる時などは少し遅れると思うので必ず事前に確認するようにお願いします。
成木に限らずバリ島はリペアやペイントなどが比較的安いので、まずはお近くのリペアショップなどにお気軽に相談してみてください。それではどうもありがとうございました。参拝順波。